2022年6月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらに運命の輪のカードを合わせてデスカードが2枚出ておりまして、とても大きなターニングポイントを迎える。この時の変化で人生が変わると言っていいぐらいの大きな変化、終わりと始まり。この終わりがあるからこそ、あなたの人生が好転していく始まりを迎える。こちらにビートルのグッドフォーチューンというカードも出ておりまして、この終わっていくことがあなたにとってとても良いことという場合もあると思うんですが、その終わりがあって次の始まりを迎えることによって、あなたの運気が一気に好転していく。今まで怖くて変われなかった、もしくは変わりたくても変われなかったという方の場合は、とても劇的な変化の時を迎える。そしてこの劇的な変化というのは、4月後半からずっと続いている方もいると思うんですけれども、例えばプライベートでもお仕事でも一つのことだけではなく、いろいろな面で変化を迎えている。そしてその4月後半から続いている変化というのは、再出発の意味合いが強いと思うんですけれども、この時期の変化というのは、あなたの人生の中でもとても大きな転機になっていく。この時の終わりがあるからこそ、新しく生まれ変わっていくように、あなたの新しい人生の章が始まっていく。その終わりと始まりというのも、あなたを苦しめていたものが終わっていく。今まで手放すべきだと分かっていても、なかなか手放せなかったようなものを手放せるようになる。例えば恋愛や結婚で辛く苦しい思いをされていた方にとっては、その恋愛や結婚が終わっていくことによって、あなたに幸運をもたらす新しい恋が始まっていく。そして、その場合の終わりというのも、自然と終わっていく。例えば、あなたが苦しんでいるのを誰かが見かねて助けてくれる。もしくはあなたを苦しめていた人があなたの元から去っていく。そしてあなたを苦しめていたもの、病気になってしまうぐらいストレスの原因だったものというのがお仕事の場合、そのお仕事が自然とあなたから離れていく。あなたから終わらせなくても、そのお仕事自体がなくなっていったりとか、そのお仕事場であなたを苦しめていた人が、どこか別の部署に異動になったりとか、退職をしたりとか、転職をしたりとか、状況はそれぞれ違うと思うんですけれども、特にあなたの辛い状況というものが、周りの人にもわかるような形で、例えば病気になってしまったりとか、そういう表に見える形で現れていた方にとっては、誰か助けてくれる人が必ず現れて、この終わりと始まりを迎える。そしてお仕事が自然に終わることによって、新しいお仕事が始まっていく方もいると思うんですが、その新しいお仕事というのも、今まで休職していた方が復職をする。新しい部署に異動になって新しいお仕事を始める。全く新しい会社に就職をして新しいお仕事が始まる。新しいプロジェクトの担当になる。
新しい事業を立ち上げる、新しい取引先からの仕事を引き受ける、いろいろな変化の仕方があると思うんですけれども、特に今までその環境で自分の才能を持て余していた、主に人間関係が原因でストレスを抱えていたという方にとっては、この変化によって自分自身の才能を活かせる、自分自身の良さを活かせる環境に変わっていく。それはお仕事だけではなく、プライベートでも言えて、そのあなたの本来の良さの中でも、あなたの直感力を最大限に活かせる。こちらにインスピレーションのカードも出ておりまして、それまでその環境では活かせなかったような直感力。その直感力を活かして自分の人生を作り上げていく。人間関係を作り上げていく。お仕事をクリエイティブに行っていく。それでこの直感力というのは、このあなたの人生を変えるぐらいの終わりと始まりにもとても強い影響を与えると思うんですが、この時期何をすべきか、誰に会うべきか、どこに行くべきかというような直感力ですので、この時期は考えすぎずに直感を信じて感じるままに、ひらめくままに行動していただきたいんですけれども、この毎日のひらめきと行動というのが、これからのあなたの人生を左右していく。この時日々起こっていく変化によって、あなたの人生が大きく変わっていく。その変化というのは、お仕事が変わる。結婚離婚を経て名字が変わる。未練を断ち切って次に進むことで人生が変わっていく。新しい恋愛が始まって生活が変わっていく。中には別人のように変わっていく方もいると思うんですが、例えば創作活動や自分自身を通して表現をする活動をされている方もいると思うんですが、その中でも今行き詰まりを感じていたりとか、なかなか殻を破れなくて、現状から抜け出せなくて、辛い思いをしていて、そしてそれが体や心の健康に現れてきてしまっていたという方の場合は、この時迎える終わりと始まりによって、全く作風が変わっていく。表現方法が、芸風が変わっていく。その変化のためのインスピレーションを受け取っていく。あとは日常生活で言うと、外見がガラリと変わる方もいると思うんですが、後ろ向きではなく前向きに変化していっている姿が外側に現れていく。ですので、自然とこうなりたい自分像みたいなものを描いていって、それに合わせて自分の外見を変化させていく。その変化のためのインスピレーションをたくさん受け取って、そしてそれを思うだけではなく、すぐに行動に移していく。そしてこの時期は、この大きな変化というのが4月後半から続いているとはいえ、とても大きな変化の時、まるっきり別人になるぐらいの大きな変化の時ですので、体調にはくれぐれも気をつけていただきたいんですが、そのご自身の変化にもそうですけれども、心と体の不調に特に敏感でいてくださいって言われています。こちらに壁の5階というカードが出てますけれども、この時期あなたのこの強い変化の障害になるのは、心に壁を作る、こういうことを相談したら誤解されるんじゃないだろうかとか、こういうことをしたら迷惑をかけてしまうんじゃないだろうかって思わずに直感的に行動する。今までその直感的に行動する、自分の感性を生かす、自分の能力を生かす、そういうことができない環境にいたからこそ、体と心の不調に現れてしまっている。この時期は特に気候的にも体調を崩しがちな方多いと思いますので、我慢をせずに、自己判断をせずに、周りの信頼できる人に相談をする、病院に行くなどして、早めに対処をするというのがとてもおすすめです。それだけこの大きな変化というのは、どんなにその終わりや始まりを望んでいたとしても、エネルギーを使うものですので、自分の強さを過信せずに、積極的に周りの人を頼る、専門家を頼る、
この時期は必ず周りに助けてくれる人がいる。今までご自身の体調不良の原因がわからなかったというような方も、この時その原因を難なく指摘してくれる人に出会っていったりとか、あなたを苦しめていた人間関係を終わらせてくれる人がいたりとか、必ずあなたを助けてくれる人がいると言われていますので、ぜひその重荷や苦しみ、心の悩みというものを一人で抱え込まないで誰かに相談をする。その相談相手というのが必ず周りにいる。そしてその人が誰かというのも、この時のあなたは直感的にわかる。こちらにレインボー・オブシディアンのカードも出ておりますが、この終わりと始まりを迎えることによって、あなたの運気が好転していって、そしてあなたの心が癒されていく。癒されていくからこそ、より直感的になっていって、したいことを次々と見つけていって、そしてそれはあなたの魅力や能力を活かせているので、そのチャレンジが次々と成功していく。あなたの心と体を癒すだけではなく、あなたに幸運をもたらしていく。人生が激変する終わりと始まりの時になると思いました。それでは6月1日から15日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。